茹で上がってますね。じゃあこの大量にこの大きな釜でこのうどんを茹で冷凍 OK。 はい、やってきました。この冷凍チャンネル。このチャンネルではですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。で今日はですね、何をするかと言いますと、冷凍うどん工場に潜入、冷凍うどんの美味しさを徹底解説です。はい、ということですね、今日はですね、ロケにやってまいりまして、新潟県の魚沼市に実は来ているんですけども、今回ご協力をいただくのはこちら、テーブルマークさんですね。でテーブルマークさんはですね、加藤吉讃岐うどんというもう冷凍うどんのこの王者たるですね醤油を作られている会社さんなので、そこで実際どんな風に冷凍うどんが作られているか、そのこだわりをですね、もう実際の工場の中を見せていただいて徹底解説したいと思います。ということですね、実を言うと今年2024年はですね、このテーブルマーク加藤吉の冷凍うどん50周年になるということですね。だからもう50年前から作り始めてですね、なかなか売れないっていう苦労もあったんですけども、その美味しさを突き詰めて、で本当にこの50周年、本当に皆さんに愛される冷凍うどんになっているので、このね、その冷凍うどんのこだわりをお伝えしたいなと思います。それでは変身したいと思います。はい、ということでね、はい、これで着替えました。では今からですね、実際冷凍食品の工場の中に入っていきたいと思います。真空状態で混ぜることで空気を追いやすいんですね。そうすると空気が入らず、本当に均一にしっかり混ざって美味しさも実現できるっていうことですね。で今ですね、このまま水と小麦粉が入ってでも混ざっている状態ですね。でも本当に大量の生地を一度に大量に作るっていうことが、これだけでっかいこのミキサーを使ってこのうどんの生地が作られてるっていうことですね。はい、これ練り上がった生地ですね。これがうどんの元になります。先ほどミキサーでこねた生地を、こういったシート状にして流していくということですね。でこのうどん職人さんが一枚一枚、練るわけではなくてですね、機械で大量に流すっていう感じになるんですけど、生地がどんどん大量に流れていくっていう、これがやっぱこの冷凍食品工場の面白いところだなと思いますね。うどんの場合、うどん職人さんが手で丸めて指でこう押し付けてでしっかりとこねる。でそれによって結構コシが生まれるんですけれども、ここではやっぱ工場でその機械を使ってそれを再現してるっていうところですね。でここの、波型ローラーはですね、結構指で押さえるってことを結構再現してて、しっかりこう伸ばしていくというところを再現してますね。伸ばした、このうどん生地をですね、この後熟成に入ります。で伸ばした生地がどんどんとこの熟成庫に入っていくという感じですね。で先ほど伸ばした、このうどん生地をですね、ここで熟成、休ませるっていうことですね。で生地はですね、結構こう伸ばしたりこねたりするとこうダメージを受けるので、それをじっくりと休ませるっていうことが大事なんですね。だから本当に大切にこう休ませて丁寧にこう丁重にこう扱われた生地っていうのは、本当に美味しくなるので、ここで時間をかけて、じっくりと熟成をかけてますね。ということですね、熟成庫からうどんの生地が出てきました。本当にね、すごくいいうどん生地になってますね。見た目も滑らかで、非常に滑らかなこのうどん生地になってるんで、そこがすごく仕上がってるなと思いますね。結構うどん生地はですね、こねたり伸ばしたりするときにダメージを負ってしまうので、でき
でこの熟成庫から出てきた、うどんなんですけども、これをまた波型のローラーで伸ばすんですね。人の手でやってるかのように伸ばすんですが、さらにですね、これ一気にうどんの厚さまで伸ばすわけじゃなくてですね、徐々にローラーで伸ばしていくんですね。一気に伸ばしすぎるとやっぱり生地にダメージが負ってしまうので、徐々に伸ばしていく、薄くしていくっていうこともすごくこだわってますね。うどんの生地を伸ばしていくんですけれども、職人さんが綿棒で伸ばすようにやっていくんですが、これも一気に伸ばすわけじゃないんですね。徐々に、厚さを薄くしていって、最後にうどんの形にするということですね。非常に丁寧に伸ばして大切にしながら生地を伸ばしていってるという感じですね。でこれがローラーで最後やっとここで分厚いうどんの生地がもううどんの、実際食べる時の厚さになって、伸ばされているという感じですね。先ほどシート状だったうどんの生地がですね、ここでやっとうどんになって切られてうどんになっているということですね。でこれがですね包丁切りを再現した機械を使って切っています。うどん職人さんは包丁で生地を切ってで最後うどんにしますけども、包丁で切ることでこれ麺にくぼみが生まれるんですね。でこのくびれ感が、この美味しい本場の讃岐うどんの美味しさにつながっています。でくびれがあることで、その食感、喉越しが良くなって、でしかもですねそのくびれの部分にねつゆとか出汁がですね絡むことでこれより美味しくなるんですね。だからこれまっすぐ切るんじゃなくてこの包丁切りをするっていうところにもすごくこの冷凍うどんのこだわりのポイントの一つになってます。はい、これが切られたうどんですね。生地のツヤもあってですねすごく綺麗ですし、この包丁切りされてるっていうくぼみも素晴らしいですね。すごい。いやうどんがすごい茹で上がってますね。いやこの大量にこの大きな釜でこのうどんを茹でることでめちゃめちゃ美味しいうどんになるんですよ。いやすごい。これ実際うどんのお店で、大きな釜でうどんを踊らせるように茹でることで、それがやっぱ美味しさの秘訣になるんですね。それを工場でこうやって連続的に作ることで、すごく再現されてますね。茹で上がったうどんをですね、ここで水洗いして冷やしますね。うどんはですねこの洗うことで、表面のぬめりを取ることで、つるっとした美味しいうどんになります。でさらにですねこの冷やし込むことで、熱々になっているうどんを、一気に冷やし込むことでそのうどんのコシっていうのを保たれるんですね。それがこの工場ではそれを再現するということですね。特にこの冷凍うどんっていうのはこの茹で上げた後に、しっかり冷やすことでこのうどんのコシっていうのを実現するので、だからやっぱ冷凍うどんが美味しいっていうのはやっぱこういうところにもありますね。うどんがすごいいっぱい出てくる。うわすげえうどんうどんの滝ですね。ここでキンキンに冷えた水で一気にうどんを締めます。でこうやってうどんを締めることで本当にそのうどんのコシっていうものを保つことができるんですね。でうどんというのは水分の分布ですね。表面は、水分があって内側は水分がないっていう状態、少ないっていう状態がいわゆるコシっていうものを生むんですけども、そのコシっていうのは水分が均一になって、伸びてしまっていう状態になってしまって、でこれは茹で上げたうどんを一気に冷やして、でその後急速凍結するから、だから冷凍うどんってのはすごく美味しいですね。でこういうのがすごくこういったところでも工夫がされてるなと思いますね。で先ほどの茹でて水で締めたですねこのうどんを、食べたいと思います。いただきます。おいしい。やっぱこのうどんの食感、そして小麦の香り、すごくやっぱこのうどんの美味しさすごく感じますね。いやめちゃめちゃ美味しいですね。でこれで今水で締めたうどんをですねこの後一気に急速凍結します。でこの、トンネルフリーザーで冷たい風を当てて一気に凍らせることでこのうどんのコシを残したまま急速凍結することができますね。これ今水で締めたうどんがもう大量にどんどんこのトンネルフリーザーで
凍結されていきます。でこれが今ですね、もううどんがもう冷凍されて出てきました。めちゃめちゃもうしっかりとカチンコチンにうどんが凍ってますね。さっきまでもうお湯でもう茹でられてもう熱々だったうどんがですね、もう今はこうやってカチコチに、しかも大量のうどんが冷凍されてる。やっぱこれはやっぱすごいなと思いますね。この冷凍されたうどんがですね包装されてこの加藤吉讃岐うどんになりました。やっぱこのねデザインすごく安心しますね。では先ほど言っていたこの、お丁切りすることでこのくびれ麺っていうことで、このくびれができるところが麺がつゆが絡むっていうことなんで、職人技の製法という感じですね。こういった感じで、冷凍うどんっていうのは、本当にうどん職人さんの、職人技を、もうあらゆるところで機械化して、でそのこだわりを詰め込んだもう究極の冷凍うどんという感じですね。ということですね、冷凍うどんの工場の製造工程見てきましたけども、ここにですね、もうその冷凍して、包装されたもう商品、こちらですね、加藤吉讃岐うどんですね、やっと出来上がりました。あれだけの苦労があって、この形になっているということですね。でやっぱり冷凍うどんの本当に手軽でいいところは、電子レンジでチンできるっていうことですね。お湯で沸かす必要もなくてですね、電子レンジチンしたその後も本格的な讃岐うどんが楽しめるってところがやっぱ魅力かなと思います。で今回はですね、うどんそのものの美味しさを楽しめるということでざるうどんにしました。こちらになります。でこれはですね、本当に冷凍うどんを電子レンジチンした後に、水で締めてでこうざるにしているということですね。これで本当にうどんそのものの美味しさを楽しめるんで食べたいと思います。いやもう見た目がね本当に美味しそうで、このツヤが宝石のように輝いているという感じですね。じゃあ早速もうシンプルにこのざるでいただきたいと思います。いただきます。うまい。やっぱりこの喉越し、つるっとした喉越しっていうのが本当にこのざるで楽しむとめちゃめちゃ美味しく感じますね。で噛んだ時のそのコシであったり、そのもちもちした感じ、もうそこもやっぱうどんとして讃岐うどんとしてすごい美味しいなと思いますね。これがやっぱざるうどんとして食べるとこの冷凍うどんの良さがしっかり感じるなと思いますね。で実を言うとこのテーブルマークの加藤吉讃岐うどんなんですけども、実はこの2024年の9月からですね、実は改良しているんですね。で何を改良したかっていうと、麺の厚み、この麺厚を厚くしてるんですね。でそうすることでその麺の断面が大きくなって、そのくびれ感っていうのがより強調されるんですね。でそうするとこの喉越し、食感がアップするということで、より美味しくなるっていうそういった改良がこの9月からですね改良されているっていうことですね。やっぱこの冷凍うどんのこの食感であったりですね、喉越しとか、美味しさっていうのを感じてもらうには、僕はこのざるっていう食べ方がやっぱすごくおすすめですね。だから本当に電子レンジチンしてで水で洗って締めてですね、でめんつゆにつけて食べるだけなんですけども、もうこれがやっぱめちゃくちゃ美味しいんで、まずはねこの冷凍うどんの美味しさ知るにはこれをやってほしいなと思いますね。はい、で続いてはですね、こちら、かけうどんということで、温かいうどんとして食べるという食べ方ですね。やっぱねこの和風だしと一緒に温かく食べるという食べ方もうどんおすすめなんで、いただきます。やっぱねこの讃岐うどんは本当に温かくしても美味しいなと思いますね。ざるとはね、ざるの方はやっぱ表面のつるみとか、食感、コシっていうのをしっかり感じるんですけども、これ温かく食べるとですね、その程よい柔らかさの中に、コシもあって、それが和風だしとも相性良くて、やっぱこれもね本当に定番ですけどやっぱ美味しいなと思いますね。はい、ということですね、今回はそのテーブルマーク、加藤吉讃岐うどんの、発売50周年を記念してこの動画も作りました。で本当に50年前に、この冷凍うどんがですね、生まれて、で本当にそこからこだわりを持って作り続けているの、テーブルマークさんなんですけども、やっぱその50年前にですね、作った時にはですね、やっぱチルド麺がやっぱ主流っていうのもあって、なかなか冷凍うどんっていうものも本当に苦労されたと聞いています。で発売当初はですね、本当チルド麺がやっぱりメインで、あと値段も冷凍うどんの方が高かったっていうのもあって、かなりねこの販売も苦労されたようですね。で一時期は販売中止になるぐらい厳しいところもあって、
ただですね、その中止もあったりした中で本当に美味しいうどんを冷凍で実現させるんだっていうところに非常にその開発にも本当に開発と工場が苦労されて、で本当にこの美味しさを実現できているというところが今につながっているのかと思いますね。そういったことから50年の歴史もあるので、この冷凍うどんぜひ皆さん食べたことない人がいたらぜひねこれ食べてほしいなと思いますね。はい、ということでですね、本日はですねこのテーブルマーク、魚沼水の里工場の中に入らせていただきました。本当にありがとうございます。冷凍うどんの本当にこだわりっていうものが本当に工場の中の工程一つ一つにすごくこだわりを感じましたので、やっぱこのね冷凍うどんの美味しさ皆さんぜひね知ってほしいなと思いますね。だから冷凍うどんまだ食べたことないっていう方はですね、このテーブルマークの加藤吉の冷凍うどんぜひね食べてほしいなと思いますね。で普段食べてるよっていう方もですね、本当にアレンジ方法、シンプルなざるうどんやかけうどんもそうなんですけど、パスタの代わりにしたりですね、中華風にアレンジしたりとか、冷凍うどんはアレンジの方法もたくさんあるので、本当にその魅力をねまた皆さん知っていただければというふうに思いますね。でそういう意味では家庭ではやっぱ手間をかけなくて食べることができるんですけども、やっぱその手間をですね、冷凍食品の工場の皆さんがですねその手間をかけてくれているというところですね。だから工場で愛情を込めてですね手間をかけてくれてるおかげで私たちは家庭で美味しい冷凍うどんが簡単に食べられるということですね。これはぜひね皆さんに知ってほしいなと思います。でそういった感じでこの冷凍チャンネルではですねおすすめの冷凍食品を紹介したり家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかもご紹介しております。ということでですね、ぜひねこの冷凍チャンネルチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、今回は本当にこの工場見学ご協力をいただいて本当にありがとうございます。はい、ということでですね、このテーブルマーク、加藤吉冷凍うどんをですねぜひ皆さん食べてほしいと思いますのでよろしくお願いします。冷凍食品専門家冷凍王子が人生をかけて作った一冊、冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本、今すぐ食べたい冷凍食品の本レシピ付き自由国民社から絶賛発売中です。